はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月18日新月から8月2日満月までの2週間をタロットで見てみたいと思います。お願いします。タロットは、必ずこうなるっていう予言ではなくて、このリーディングを聞いていただいて皆さんが今起きている出来事の何かしらの気づきにつながったらいいなということで、受け取れるところだけヒントにしてください。よろしくお願いします。ではいきます。あとそれから星の動きとしてはこの7月23日から金星が逆行しますので、獅子座で逆行するということで、少し何か自分が表現したいことがうまく形にしにくいとか、思うように伝えられないなみたいな、本当は進んでるんですけどまるで進んでいないかのように勘違いが起きやすい時なので、そこだけ錯覚が起きやすい時って言われているので、その点だけ気をつけてください。特にお金のこととか愛情に関しては誤解が起きやすいって言われているので注意してくださいね。ではいきます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。はい、ソードページ逆ソード7、はい、カップのナイト逆ですね。そしてペンタクルスエースとワンドクイーンとソードのクイーン、とワンド10の逆ですね。気をつけることや対策がペンタクルス3の逆とワンド6とオラクルはじゃん、はい、ペンタクルスキングですね。いいですね。この2週間特にちょっとこの7月前半っていうのは梅雨明けたらだいぶすっきりすると思うんですけど、気候的にもムシムシしてたりとかちょっと体調も崩しやすい時期なので、何が問題ってわけじゃないけどなんとなくなーみたいな気持ちがモヤモヤするなーみたいな、昔のことをちょっと振り返ってみたりなんだかなみたいな感じですごくこれもソードのページもソードの7も後ろを振り返ってるっていう人が描かれてるカードなので、なんとなく昔のことを思い出したり、ああだったらなとかこうだったらなとか、あとコートカードのカードがすごくたくさん出てるので、人間関係はいろいろあるんだろうなって感じがします。いい意味も含めなんとなく面倒くさいことも含めてなんですけど、なので気持ちがちょっと晴れてなかったのかなっていう感じがありますが、実際は人からもらってる優しさだったりとかいいなんでしょう、投げかけみたいなのはあったんだけど、自分がなんか受け取れる状態じゃなかったっていう感じがするんですね、今までは。ただ7月18日の新月ってすごく気持ちの切り替えにはとってもいいタイミングで、感情が非常にクリアになるというか、より一層自分の感情が感じていることっていうのが現実化しやすいので、ここで一つ区切りをつけて、よし新しいなんか価値を見つけていこうとか、私にはこれがあったみたいな何か楽しいことを見つけられるんじゃないかと思います。でその後すごく伊手田さんらしくなるというか、頑張るとか、仕事頑張るとか、何か今目の前にある課題をしっかりとこなしていくみたいな、すごく前向きなエネルギーになってますね。ただその後にまたなんかあれなんだかなみたいな気持ちになってきて、また若干心がモヤモヤしたり、ちょっと人と付き合うのも疲れたなみたいな気持ちになったりとかして、この今自分が抱えている課題をきちんとこなさなければいけないっていうプレッシャーから逃れたいみたいな感じがあります。で実際にそのプレッシャーっていうのはもしかしたら不要なものかもしれないので、そういった精神的な不要なプレッシャーっていうのは外していくっていうふうに出てるんですね。で7月23日からその金星が逆行するっていうのが、ちょうどいて座の皆さんにとっては自分が精神的に信じているものとか、例えば宗教だったり何かの理念だったり、誰かの尊敬する人の生き方だったりとか、何かなんか理想とするもの自体が若干ぐらつくみたいな感じがあるんですけれどもでも7月18日以降すごくいい形で進んでいって、で誰でもちょっと休憩したくなる時ありますよね。なので頑張った結果ちょっと一息休もうみたいな感じで休んでる時になんかすごく今まで無駄なことをしてたのかなとか、もうこれはやめようっていう形で素直に外していけるっていう感じがしました。トータル的にオラクルがペンタクスのキングで、自分の強さとか誇りとか自信っていうものを取り戻す2週間になりますよっていうふうに言われているので、いろんな気持ちの変化があったとしても
もう何かを一つ取り除いたりとか終えたりとかしても、結局は自分にとってはそれは勝利につながることなんだろうなと思います。でそしてすごくさっき言ったみたいにコートカードがたくさん出ていたり、人物カードですね、あとここでも誰かと相談してるのかなっていうのがあるんですね。私から見ると逆位置なんですけれども、なのでもしかしたら少し意見が合わないとか、ちょっといろんな意見聞きすぎて疲れちゃったなみたいなことはあるかもしれません。ちょっとこの辺見てみますね。でもなんていうかね、エネルギー的には明るくて前向きでとか、未来に向かっていくっていう、その伊手座さんらしいエネルギーの中に入っていく時期なので、決して悪いわけじゃないんですよね。で実際それをもう体感として18日過ぎたら感じられると思います。でその金星の逆行に関しては、自分が信じていたものをこのまま信じていいんだろうかみたいな迷いが一瞬出たとしても、それは大きな問題にはつながらないっていうのがあり、例えば、自分が信じていたもの、例えばの話ですけど、何か大きなプロジェクトを頑張ろうとか、なんかせっかくだから人生を終えるまでにこんなことしてみたかったんだって大きな夢を掲げていたとして、でそこに向かって進んでいくことってすごくエネルギーが湧いてきて楽しいことなのに、なんかこんなことしてて大丈夫なのかなっていう不安になりやすい時期ってことなんですね。でこの感覚って実は9月4日まで逆行が続くので、約2ヶ月ぐらいは大丈夫なのかな、こんなことしててみたいな気持ちになりやすいんですけど、特にそれがお金を使うことに対して躊躇したりとか、その自分の夢とか大きなプロジェクトに対して何かお金を使うってことに対して本当に大丈夫かな、いいのかなって思うかもしれないんですけど、それはカードで見る限りは今やってることが自分のプライドとか誇りとか価値につながるよっていうふうに言われているので、無駄なことっていう感じは全然ないです。ここでも確かな価値っていうのを見出してますしね。だからちょっとそんなこと考えたくなるんだろうなって感じですかね。はい、ちょっとワンドの太陽が出てきましたね。ソードクイーン、ペンタクスの2ですね。はい、それからソードエースということで、やはり流れ的にはいい方向に向かって進んでいるっていう感じがします。ただそれを進めていく上でちょっと苦手なことに携わったり、ちょっと面倒くさい書類のことで疲れたり、誰かにいろんなこと言われてちょっと疲れたりみたいなのがあって、その面倒くさいことに関しては手放したいなっていうのがあるんですけども、今起きてることっていうのはやっぱりそのご自身が自覚していようと今と関係なく、ものすごい光に包まれてることだよみたいな感じのカードが出てまして、それ逆位置ですけれども問題ないんですね。ご自身が自覚していないだけで実はすごい恩恵の中にいるよっていうふうに言われているのと、であとその時その時の価値とか感情とか自分の状態っていうのも上がったり下がったりとかジャグリングのようにするものだから、そんなに気にしないでねっていうのと、あとやっぱりしんどいなとかめんどくさいなと思ってもでもやりますよねっていうカードが出てます。できますよっていうカードです。ちゃんとなんか1から10まで全部いっぺんにやろうと思ったらちょっとしんどいんですけど、ちゃんと一つずつこなしていけばデータの皆さんできますよって、最終的には勝利ですよっていうふうに言われているので、そのしんどいっていうその考えだけを手放していくんだなと思います。ちょっとワンド10逆見てみます。ナイト、ソードのナイトですね。ワンドのエースですよ。はい、ペンタクスのページということで、なんとなくこれに関しては自分の体を酷使するのをやめるっていう感じがしますね。ちょっと最初精神的なものかなという気もしたんですけれど、何か自分の体を酷使して、例えば鍛えなきゃいけないとか、もっとあれをしなきゃいけない、これをしなきゃいけないと言って体を使うこと、エネルギーを使うことをしなきゃいけないっていうプレッシャーに関しては、いやそんなことないですよみたいな感じでちょっと収めていく。でもしくはここでソードのナイトっていうカードが出てるので、本当に目標を定めてやればすっごい時間かかるかもって思ったことがサクサクっと進むかもねっていう感じで言われてます。ワンドのエースも出てますしね、そのバイタリティは実はイテ座の皆さんの中にあるんですよっていう感じですかね。はい、でページのペンタクスっていうのもまだまだそれは見えない価値だったとしても、それが大きく育っていく種ですよねっていう感じがあるので、
頑張れそうだと思います。唯一気をつけることっていうのはこう人間関係での人間関係が豊かであるがゆえの人疲れとか気遣いっていうものとか、意見が違う人っていうのはもう仕方がないですから、なんかそこに対しての気遣いを、神経をすり減らさないようにだけしていただけたらいいんじゃないかと思います。はい、ということで今回はここまでにしておきます。また何かですねよかったよとか参考になりましたという方はぜひいいねボタンで教えていただけると嬉しいです。次回はまた8月3日ぐらいに次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。